世界のジャパンチャンネルへようこそ。突然ですが、皆さんはカメラを持っていますか？今や日本人のスマートフォンの所有率は9割弱にも上っており、日常的に気軽に使うことのできるスマホのカメラ機能を使うことが多くなってきていますね。そのためカメラを持っていない、もしくは必要と感じないという人も多いのではないでしょうか。実際に日本人のカメラの所有率はスマホの普及とともに減少傾向にあります。そんなカメラ市場ですが、実は日本製のカメラが世界の市場を独占しているというのはご存知でしたか？圧倒的な実力を誇る日本製のカメラを前に競合する海外製カメラメーカーがないというのです。今回はこれを知った海外の人々の反応を私、ミナがご紹介していきますので、最後までよろしくお願いいたします。この動画が少しでも良かったなと感じていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンをお願いいたします。それでは行きましょう。現在のカメラ市場では日本メーカーが圧倒的に強く、ほぼ世界の市場を独占しているとお伝えしました。しかし、かつてカメラといえば、ドイツ製のライカ、コンタックス、スウェーデン製のハッセルブラッド、アメリカ製のコダック。これらの海外メーカーが世界のカメラ市場を席巻していました。そんな中、日本のメーカーは海外製品を模倣しながらメーカー独自の製品を作るために模索をします。当時のカメラといえばレンジファインダーカメラが主流でした。そこで戦後の日本のカメラメーカーは戦っても勝ち目のないレンジファインダーカメラではなく、今でこそ主流の一眼レフカメラに目をつけ、そこに活路を見出したのです。そして1959年にニコンより一眼レフカメラのニコン F が発売されるや否や、一気に世界中のカメラ市場の上位にのし上がりました。その後、日本の競合他社であるキヤノンなども市場に参入し、日本メーカーが一眼レフカメラの世界シェアを獲得するようになったのです。そこからドイツやスウェーデンのメーカーも一眼レフカメラの開発に取り組みますが、その時には時すでに遅し、日本のシェアを崩すことはできませんでした。そして現在まで日本メーカーは世界のカメラ市場でトップの座を維持し続けているのです。最初は競争さえさせてもらえなかった弱小の日本メーカーが他国の背中を追いかけ、努力を重ね続けた結果、現在では世界のカメラ市場のトップに君臨しているということは大変感慨深いものがありますね。この世界のカメラ市場に対して海外の人々から反応が寄せられましたので、その一部をご紹介したいと思います。それでは一緒に見ていきましょう。海外の反応。ソニー、パナソニック、キヤノン、ニコン、オリンパス。世界中に出回っているこれらのカメラが全て日本のメーカーだって今知ったよ。よく考えたらアメリカには有名なカメラメーカーってないよな。ドイツ製のライカが唯一日本製カメラと競えるんじゃないかな。でもライカも結局業務提携や買収やらで純粋なドイツ製とは言い難くなってるよね。日本が強いのはカメラだけじゃないはず。例えば車なんかもそうだよね。トヨタ、マツダ、ホンダ、日産。これ全部日本の企業でしょ？日本っていう国はさ、最初は欧米を模倣した製品を作るんだけど、最終的にそれをはるかに超えたものを完成させちゃうんだよね。僕のおじいちゃんに聞いたんだけど、昔はカメラといえばドイツ製のライカ、ローライ、スウェーデン製のハッセルブラッドが人気だったらしいよ。残念だけど、アメリカにはまともなカメラを作るメーカーはなさそうだな。そもそもアメリカはハイスペックな製品を作る技術がないんじゃないかな。だって腕時計にしたってスイス製のオメガやロレックスに負けているでしょ。日本製のカメラって実際そんなにある？いや、君何も知らなすぎるよ。ちょっとカメラ売り場を覗いてごらん。全部日本製だから。これって結局どこも日本のカメラには勝てないって話なの？もともとは日本のカメラはそこまで有名ではなかったんだよ。それが戦後の発展とともに技術面で他国を抜かしてしまったってわけ。まあ他国も
気づいたら日本に市場制覇されててびっくりってところじゃないかな。日本のすごいところは技術力が高いところだけじゃなくて、その製品が投資に見合う市場であるか見極める先見力とかマーケティング力とかがあることじゃないかな。それを言われたら乾杯だな。あらゆる面で日本人の能力の高さがわかるよね。みんなカメラに注目してるけど、昔はテレビもほとんど日本製だったよね。今でこそサムスンや LG が人気だけど、昔はみんなソニーとかシャープのテレビ使ってたよな。日本のカメラメーカーも国内での競争があるわけでしょ。競い合っている中で技術が進歩していってるんだよね。その結果、他国の製品が追随できない状態になったんじゃないかな。日本のカメラがいいのは十分分かったわ。その中でも一番いいのはどこなの？僕は個人的にはソニーがおすすめ。うちはテレビもプレイステーションもカメラも全部ソニーだよ。いやー、日本の製品はすべてパーフェクトだよ。どの製品を見ても欠点がないから、結局自分の好みで買うしかないね。以上が海外の人の反応です。嬉しいことに海外の人々は世界のカメラ市場における日本の実力を我々日本人以上に認知してくれているようですね。さて、一言でカメラといっても一眼レフカメラ、ミラーレスカメラ、デジタルカメラ、またプロ仕様、一般家庭向けなど用途によって様々な種類のカメラが存在します。その中でもプロのカメラマンをターゲットとしたカメラシェアを争う激しい攻防戦が繰り広げられる大変有名な場があることはご存知ですか？それはオリンピック・パラリンピック大会です。この2つは言わずと知れた世界最大のスポーツの祭典ですよね。そんな世界的なスポーツの祭典の裏でカメラメーカーの熾烈なポジション争いが繰り広げられるというのです。カメラメーカーにとってオリンピックなどの大きなイベントが自社のカメラをアピールする絶好の機会になるのは想像に難くないですよね。その一つの取り組みとしてオリンピックではメインプレスセンターに主要カメラメーカーがブースを出しています。このブースではプロのカメラマンが実際に使用している撮影機材にトラブルが生じた場合、メンテナンスサービスや修理、代替品貸与などを行う各種サポートが行われるそうです。そんなオリンピックのカメラシェア争いの中で二大巨頭としてライバル関係を維持してきたのがキヤノンとニコンです。両社のシェア争いは戦後からの長い歴史の中で望遠レンズの外装の色から白黒戦争や白黒対決と言われ、両者の勢力が拮抗しながら続いてきました。しかし先の東京2020オリンピックでこの長年続いた二大巨頭の勢力関係を揺るがす企業が台頭してきたというのです。それがソニー。こちらも望遠レンズの外装から親しみを込めてシマウマと言われています。今回ソニーは高画質のフルサイズミラーレス一眼で下克上をかけています。ミラーレス一眼は現在主流の一眼レフカメラに比べて小型・軽量であり、シャッター音が鳴らないという特徴があるそう。撮影の際にシャッター音が鳴らないというのはスポーツ選手にとって緊張感を持続できたり、ストレスがかかりにくく歓迎されそうですね。このようにオリンピックだけを見ても企業の生き残りをかけて熾烈な争いが行われているのがわかります。世界のカメラ市場を独占するに至るまでには、日本の技術者の高い技術力と同時に身近にライバル関係として切磋琢磨できた国内の競合他社の存在も大きそうですね。そのたった一枚が人生を変えたり、感動や勇気を与えてくれることもある写真。日本の技術者が日々たゆまぬ努力で世界のカメラ市場を支えてくれているからこそ見ることができるんですね。せっかくの日本が世界に誇れる技術なので、スマホのカメラの普及で減少している日本のカメラ市場をなんとか応援していきたいですね。ただ、カメラは決して安価なものではないので、なかなか気軽に購入できるものではありませんが、カメラを通して自分の世界観が変わるかもしれません。もしくは、あなたが撮った一枚で世界を変えるかもしれません。
また、そんな大げさなことでなくても、単に趣味がカメラというと、大人の趣味という感じでかっこいいですよね。皆さんがカメラで撮ってみたいものは何ですか？今回は世界市場を独占しているという日本のカメラ市場について、海外の人々の反応をお伝えしました。多くの海外の人々のコメントにもあった通り、日本の優れたカメラ製品が海外に渡り、多くの外国人に認められ、使われているのは日本人として誇らしいですね。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。動画をご覧いただき、ありがとうございました。グッド評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またのお越しをお待ちしております。